こんにちは。おがんこ美容健康チャンネルです。今日も見てくださってありがとうございます。このチャンネルでは字幕を用意しています。画面にカーソルを移動して下に出てくるマークの中から設定、字幕、お好きな言語の順にクリックして字幕も一緒にお楽しみください。さて、股関節の手術をのらりくらり回避しているおがんこです。どうぞよろしくお願いいたします。今回は骨盤股関節のケア、肩こり腰痛にもいいストレッチなど普段の工夫と題してお送りしたいと思います。股関節が悪いけどずっと自分の足で歩きたい、その思いのためにスポーツはしない私ですが、いろいろ工夫しながら毎日続けているケア方法をご紹介します。股関節の悪くない方にもおすすめの方法です。まず、股関節とは、寛骨と大腿骨からなる関節です。寛骨は骨盤の一部で、大腿骨というのは太ももの骨です。寛骨が臼のように大腿骨を受け止めています。この臼から外れたものを脱臼と言います。本来はいくつもの腱によって股関節はバッチバチに固定され、脱臼しないようになっています。これが生まれる時の影響などで脱臼してしまうことを先天性股関節脱臼、略して先骨脱と言います。この場合、適切な治療を行わないと寛骨側の臼がうまく形成されない球外形成不全というものを起こして様々な不具合が起こります。球外形成不全の原因ははっきりしないものも多いようですが、不完全な脱臼、完全には外れていないけれどきっちりとははまっていない状態の亜脱臼が原因の一部とも言われています。亜脱臼の場合も同じく球外形成不全から股関節変形症に陥り、歩行困難、痛みなどが出ます。私の場合は生まれた時は正常とされ、特に治療を受けていません。多分、見逃されるほどの亜脱臼が原因で、球外形成不全になって、今は手術が必要なレベルです。という医師の説明でした。私が歩行の異常に気づいたのは看護師になってからですが、中学生の頃からおかしいなと思っていたことがあります。それは当時は細身だったのに下半身が大きく大天使という大腿骨の一部が骨盤より横に飛び出していて、手で触れると丸いものが出ている感じがしました。しかも両方とも。そのため横に広がって下半身が太く大きく上半身とアンバランスになっていました。正常な股関節と比べてみても大天使が横に飛び出しているのがわかります。両方だったので私はこういう体型なのだと諦めていました。中学生の頃に受診していたら手術が必要になるまで悪化しなかったかもしれないと残念で仕方がありません。同じように骨盤の幅からぽっこり骨が出ているように感じられる方は気をつけてケアしてください。必要なら受診をお勧めします。今となっては股関節変形症になってしまったため、そのうち歩けなくなるかもという不安が拭えません。運動すれば痛い。
お天気が悪いと痛い。歩行困難がきつくなります。手術をするにしても、もし長生きした場合、再手術の可能性もあるため、極力したくない。悪化させたくない。ずっと自分の足で歩きたい。と強く思います。そこで、運動しない私が毎日朝晩、ベッドの上で股関節のために実践する方法があります。たまに運動するよりずっと効果は高いと感じています。実際、手術を回避して過ごせています。股関節が悪いと全身が凝りやすく痛みますので、全身をほぐして股関節への負担を和らげる効果もある方法です。まずは背伸び。特に朝、目が覚めたら起き上がる前にと背伸びをします。そのまま左右にスライドさせても気持ちいいです。背伸びをして体中の関節を自分で整えます。施術でお体を緩めた最後に必ず背伸びをしていただくのも同じ理由です。ゆらゆら。ゆらゆら。ただし、こむら返りには注意してください。次に、上半身と下半身を逆向きにひねります。すると、どこが硬いか、どこが痛いかが感じられますので、そこをほぐすような方向を意識して、ゆらゆら揺れます。逆向きもします。どちらかの硬さが強いようなら、そちらにひねってゆらゆら揺らします。ほぐれてきたら、さらにひねってそこでもゆらゆら揺れます。ひねってゆらゆら、逆向きもします。どちらかの硬さが強いようなら、そちらにひねってゆらゆら揺らします。次に、仰向けになって膝を立てたら、腰とお腹をぐーっと持ち上げ、ゆっくり下ろします。頭と手と足の裏で支える感じです。産後の回復体操としても有名な動きです。ぐーっと上げてゆっくり下ろす。無理をしないで気持ちいいまたは痛気持ちいいくらいで続けます。次はうつ伏せに寝て手を突っ張りながら上体を反らせます。反らせて戻って反らせてそのままゆっくり左右に揺れるのも気持ちがいいです。次に横向きに寝て上になった足を上げ下げします。膝は曲げないで無理に高く上げすぎないように足を開閉します。または横向きに寝て肘をついた状態で足を開閉します。逆の横向きになってもう一方の足も上下に開閉します。そしてもう一度仰向けになったら両足を軽く開いて両足の足先を内側へ次に外側へと交互に動かすと足全体がゆらゆらと揺れ始めます。股関節が緩む感じでとても気持ちがいいです。次はベッド以外でもできるので気づいたらやっている動きです。最初に足の指をぐーっと曲げてグーにします。そして指を開いてパーにします。これをゆっくりグー、パー、グー、
パーと繰り返します。しっかりグーにできない、または足がしっかり開かない場合は、足の筋肉が弱っています。グーパー体操など、足や足指の運動をおすすめします。私の場合、指はよく開くのですが、グーにしたとき、たまに右の中指が残ります。全く動かないことは稀ですが、グーにするタイミングが遅れることが多いです。鍛えるだけでなく、今、私の股関節の調子がいいかどうかを知ることができます。スポーツしなくても鍛えることはできます。ということで、今回はこれでお開きとさせていただきます。お役に立てましたでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？いいねボタン、チャンネル登録ボタン、ポチッと押していただけると嬉しいです。コメントも心よりお待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。さらに若々しく美しく元気で楽しくなられますように。